九州大学大学院芸術工学部芸術工学専攻修士課程の入学試験の概要を説明させていただきます。私、芸術工学部におきまして、学務担当副学部長を仰せつかっております、尾本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回、選抜方式として2つのものを準備しております。まずは古い方の選抜方式から簡単にご説明したいと思いますが、今まで一般入試、それから社会人入試、外国人留学生入試という種類の入試を行っておりました。これを2つに再編しております。こちらにございますように、自己推薦入試、それから一般入試の2種類です。また、募集人員は42名程度、それと一般入試の方で78名程度というふうに程度をつけて、若干の凸凹は出るかもしれませんが、こういう人数で行うということです。また、募集人員は4月および10月入学の合計というふうにも記載しております。今回、入学の機会が2回になります。4月あるいは10月ということでございます。まず自己推薦入試、それから一般入試の共通事項をご説明いたします。まず1つ目は、併願が可能です。それから日本語もしくは英語で出願および受験が可能となります。また、試験に際しまして、外部英語試験スコア証明書の提出が必要となります。また、願書受付開始前までに希望する指導教員と連絡を取って、教育研究の内容などについて十分相談しておいていただきたいと思います。まずは自己推薦入試に関して少し詳しくご説明いたします。選抜の方針としましては、学士課程を含む出願前までの経歴において有意義な学習、研究、創作活動等に取り組み、成果を上げてきた方々を受け入れようという試験でございます。特徴としまして、書類とオンライン面接で選考を行いますので、来日あるいは来学しなくても受験することが可能となります。また、一般入試に先行して実施をいたします。出願の要件です。次の3つの項目のすべてに該当するものということです。出願資格、これは募集要項をご参照いただきたいんですが、を満たすこと。下記に該当するものが1つ以上あること。1つ目が学士課程での学業成績、これは一般的に GPA で測られたりすると思いますが、および希望する分野での成績が極めて優秀であること。また、希望する分野で学会研究会などでの発表歴を有するなど、活発に研究活動を行っていること。また、希望する分野で展覧会への出品、公募展やコンペなどでの受賞歴を有するなど、活発に作品制作活動を行っている方。また、主に社会人で関連する分野、これにおいて、社会において優れた業績を上げておられる方。その他、国費留学生の資格を有するなど、アピールできる業績をお持ちの方。また、3番目としまして、合格した場合には必ず入学ことを確約できる方。こういう方が該当する方が出願要件を有するというふうに解釈されます。必要な書類ですね。選抜方法として、まずは提出していただく書類がございますが、外部英語試験のスコア、それから成績証明書、それから自己推薦志望理由書、業績の概要書、それから研究計画書となっております。またその他にオンラインでの面接を行います。面接日までには面接の開始時刻、準備事項、使用するオンライン会議アプリケーションなどを連絡させていただきます。続いて一般入試の選抜方法についてご説明いたします。一般入試の選抜方針ですが、志望するコースに入学するために必要な基礎学力、知識および英語能力を持つ者を選抜いたします。選抜の方法としては3つを考えています。まず、英語能力。これは外部英語試験スコアを利用いたします。また、専門科目、いわゆる筆記試験の成績でございます。これは試験時間を3時間のボリュームの試験を考えています。
出題例というのを芸術工学部のウェブサイトに公開予定です。参考問題として受け取っていただければいいかと思います。それプラス面接です。主に研究計画書に従って、これに沿ってですね、これからどういう研究をやっていく予定であるかということを説明していただく面接を行います。またコースによって、面接の注意事項異なりますので、これも募集要項でのご確認をお願いいたします。それから筆記試験、専門科目の選択方法について、紹介いたします。例えばですね、メディアデザインコースを志望する学生さんの場合、メディアデザインコースでは、この科目番号で12から15というふうに記載してございます科目が用意してございます。メディアサイエンス、工学、表現、社会文化学という4科目です。このもしメディアデザインコースを志望される方は、その希望するコースからコースが指定する科目、ここに書いてあります4科目の中から1科目を選択するということになります。また、外部英語試験スコアの提出に関してですが、ここに指定する試験の種類が記載してございます。TOEIC、IP、TOEFL、IBT、ホームエディション、ITP、それから IELTS、アカデミックモジュールなどですね、いくつかのものが自己推薦に使えます。また、一般入試に関しましては、こういう種類、それと入学試験、試験日前日にですね、TOEIC IP を九州大学大橋キャンパスにて実施する予定でもあります。今年度は特にそういう予定にしております。コロナの影響などで、全部が必ず開催されているとは限りませんので、今回、少し、緩めてですね、範囲を緩めて、広げてという意味ですが、いくつかの試験を選択肢に加えております。これに関しましても、募集要項に記載してございますので、ぜひご参照いただければと思います。また、英語、教育言語として、大学の学士課程を卒業された方はですね、大学から発行される公式のサーティフィケート、of English as a Medium Instruction の提出をもって、スコア証明書の提出を免除するというような特例も設けております。これも募集要項にて、ご確認いただければと思います。入学時期と対応する試験、試験日を記載してございます。自己推薦入試、今年度に関しましては、2021年9月の10日を予定しています。一般入試に関しましては、2021年9月29日の予定です。また、この9月29日に受験された方はですね、4月入学、2022年の4月に入学する選択もできますし、また、例えば4月から9月までは留学するとかですね、そういうことに時間を使っていただいて、10月に入学するということも選択できるようにいたしております。また、次の10月に対しての自己推薦入試は、2022年の6月、あるいは8月の間を予定しております。現在協議中ですので、これも募集要項などで、ご紹介できるかと思います。全体的な入試のスケジュールです。もし、修士を受ける前にですね、事前資格審査、自分が学士を習得していると同等のものであるかどうかというのを審査が必要な場合、一般的に大学を卒業された方に関してはこれは必要ないんですが、7月のですね、末に26日から29日に、その受付をいたします。これ自己推薦入試に関してですね。それから、受験に際しまして何か配慮が必要な場合ですね、それは7月29日までに、申し出てくださいということにしております。また、自己推薦入試に関しまして、8月16から19が出願期間、試験日は先ほど申し上げました通り9月10日、9月22日が合格発表という予定にしております。一般入試に関しましては、同じように事前資格審査が必要な方に関しましては、8月の2から5、それから受験上必要な配慮の申し出がある場合には、8月の5日までに申し出てください。それから出願の期間としては、8月の23から26。から先ほど申し上げました試験日はごめんなさい、9月29日なんですが、その前日に TOEIC の IP テストを大橋キャンパスにおいて、実施します。そして、試験が29日で、合格発表は10月の21日と。
こういうスケジュールで、進めていく予定でございます。検定料に関しましては、自己推薦入試、一般入試それぞれ3万円です。また、併願して自己推薦入試に合格した場合には、一般入試の検定料は、返金いたします。一般入試の受験自体手続きは不要のとなっております。最後になんですが、説明会、あるいは Q&A コーナーというのを設けております。これは7月22日16時までメールにより質問を受け付けます。詳細は芸術工学部のウェブサイトをご覧いただければと思います。またですね、入試に関します情報、あるいは FAQ、それから、今の段階では募集要項もですね、大学院芸術工学部、九州大学大学院芸術工学部ウェブサイトに掲載いたしますので、定期的にですね、確認をいただければと思います。また今年度コロナによっていろいろと変更も、あっておりますので、ぜひまめにですね、チェックしていただければと思います。日本語、英語、両方用意しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。